It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter.はい。というわけで今回は、先日ジャストダンスプラスに追加された新作のマップ、リンキンパークのインジエンドを踊ってみました。いやー、やっぱりかっこよいですね。リンキンパークは。はい。リンキンパークは2023エディションのナムに続き、ジャストダンス2回目の登場となります。このマップは事前の予告なしに、突然1日前にジャストダンスプラスに追加されることが発表されたんですよね。はい。2026年のイベントカレンダーにモアトゥーカムリスサマーという記載はあったので、いつか何かはあるんだろうなと思っていましたが、本当に突然だったので驚きましたね。はい。ちょうど私たちが前回の動画を作成していた時だったんですけど、もしワンダーテイルズのミュージックパックの続編のマップを作るなら、という予想で、リンキンパックの名前を出していたんですよね。はい。そして実は曲の候補にインジエンドも入れていたんです。はい。なのでリンキンパックの曲が追加になるって聞いた時は、本当に続編だったらどうしようと一瞬焦ったのですが、違うストーリー内容だったので、ほっとしたような残念なようなって感じでした。そう。前回の動画といえば、ワンダーテイルズの物語の解説と続編の予想部分、投稿主がかなり考えて映像とか音楽とか編集したんですけど、全然再生数が回ってないんですよね。はい。編集に手をかければかけるほど再生数が伸びないという、
YouTube あるある現象が見事に発動してしまっています。なので、もしまだ見ていないという方は、前半だけでも良いので見ていただけたら嬉しいです。ぜひお願いします。では話を戻しまして、チャイコさん、リンキンパークのマップを踊る際のコツは何でしょうか？はい。チェスター・ベニントンの歌、そしてマイク・シノダのラップを心で聴いて、心と体で感じて、バンドサウンドを噛み締めながら踊ることです。それだけ？はい。今回の動画は以上です。ご視聴いたちょだきっと待った。早い。終わるの早い。もう、せっかくのリンキンパークなんだからもうちょっと語りましょうよ。はい。私もどうやって踊り方を解説しようか、いろいろ考えたんです。でもうまく説明できる言葉が思いつかなくて、諦めました。どうやったらジャストダンスを理論的に説明できるかをコンセプトの一つにしているこのチャンネルとしてはあるまじき発言ですね。とは言ってみたものの、確かに解説するのは難しいですね。そうなんです。曲を心と体で感じて踊ると言いましたが、つまりそれはジャストダンスがしっかり曲に合ったマップ作りをしてくれているということでもあるんですよね。はい。私はインジエンドもナムもサビの前の振り付けが特に好きで、普段この曲を聴くときに感じる感覚をうまくダンスの動きとして表現してくれているなと感じます。なので理屈じゃなくてメロディーを歌うような感覚でこう動けば良いんだなというのがわかります。そしてマップの映像にも楽曲へのリスペクトが現れていますよね。ナムのオリジナルのミュージックビデオではアーティストを志す少女の周囲から理解されない孤独な心情が描かれています。そしてジャストダンスのマップでは真っ黒な衣装とアート的なカラフルな衣装を使い分けることで人の心の中にある孤独さ、そして心の奥底ではそこから解放されたいと願っているその感情の対比がうまく表現されていると思います。一方インジエンドはすごく想像をかき立てられる構成になっていて、版権がついたままのチケット、そしてその背後に現れる崩壊したステージ、この数秒の映像だけで、ライブが始まる直前の会場で何か尋常ではない出来事があったというのがわかります。コーチの破れてボロボロになった衣装、そして必死に努力をした、けど結局は意味のないことだったんだ、という意味の歌詞から、人の力では抗えない、絶望的な状況がまだ続いているということが想像できます。そして曲が進むにつれて、あちこちから火の手が上がり、ステージはさらに崩壊していきます。しかし、コーチは再び力強く立ち上がり、この先にまだ希望は残っていると思わせるような演出で映像は終わります。崩れゆく世界の中で、必死に生きようとする彼の力強さをイメージすると、より曲の世界に入り込んで踊ることができますよね。はい。なのであれこれ考えるより、まずはこの曲を聴いた時の感覚を大切にして踊っていただきたいなと思うのですが、あえて踊り方を解説するとしたら、インジエンドは私流に言うと、こういう直線ではなく、円を描くようなノリです。ラップの歌い方がまさにそういう感じですよね。はい。ラップのパートは大きな円、それ以外のパートは少し小さめの円を感じると良いのかなと思います。この感覚を意識しつつ、どのタイミングで動き始めて、どのタイミングで動きを止めるのかを注意してください。あと、私がタイミングがずれやすかったのは、サビのこの動きで、最初、手が内側に来ているとき、腕を回し始めるときに拍子を感じていたのですが、それでは遅いらしく、手が外側に来たときに、と叩きつけるような動きに変えたら、コーチの動きのニュアンスに近づけるようになりました。あとここは、踊っていて一番感情がこもるところなので力が入ってしまいがちですが、落ち着いて、それぞれの動きのタイミングがずれないように注意してください。私の場合は、バックで流れているこのピアノの音のテンポ感を意識するようにしています。こんな感じでしょうか。インジエンドが2001年、ナムが2003年のリリースで、どちらもバンドがメジャーデビューして初期の頃、今からもう20年以上前の曲になるんですね。はい。その後バンドは2017年のチェスターの悲しい出来事により活動を休止しましたが、2024年に新たに女性ボーカル、エミリーを迎えて、今は活動を再開しています。そんな中、こうしてジャストダンスに曲を提供することを承諾してくれて、バンド、そして関係者には感謝しかないです。私も毎回、ジャストダンスでチェスターの歌声で踊れることのありがたさをかみしめながら踊っています。では、今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。